皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回は、アスクレピアスです。アスクレピアスの種まきから開花までをお届けします。育てたものは、このピンク色のソウルメイトという名のものと、こちらの赤とオレンジ色のアポロオレンジという名のものです。どちらも出根しました。花が星型で、とても可愛らしいお花です。アスクレピアスのことは、国家園さんのカタログでその存在を知りました。それまでは全く知らないお花でした。カタログを見ただけなので、それがどんな株でどんな育ち方をするのかもわかりませんでした。カタログで見る花が可愛い。それで種をポチッと購入。そんなことたまにありますよね。この動画を見ていただけたら、このお花の育ち方が少し理解できると思います。興味がある方は、ぜひご覧ください。それでは、始めます。2024年2月28日。この日に種まきの準備を始めました。種は国家園さんから購入しました。育て方のところに、種をまく前に低温処理をおすすめします、と書いています。ということで、低温処理をすることにしました。アスクレピアスについて調べてみたら、どうやらアスクレピアスは雪の降る地域で育つみたいでした。雪の時期に種が穂の中で過ごすみたいでした。寒さにあってから発芽するタイプなのかな。それで低温処理がおすすめなのかなと思いました。低温処理は種を冷蔵庫に入れて保管することにしました。キッチンペーパーを濡らして軽く絞ってそこに種を並べ入れて、そのキッチンペーパーをジップで閉まる袋に入れて冷蔵庫で保管することにしました。3月25日。種を低温処理してから約1ヶ月くらい経ちました。種を土に植えることにしました。種まきにはこのスリットポットを使うことにしました。1ヶ月きっちり待たなかったのは、袋の外から種が変色しているのが見えてきたからです。実は私、低温処理をする前に種の入った種袋を踏んでしまったんです。ビリッ、ブチッ、その時嫌な音がしました。でも踏んでしまったものはどうしようもありません。結局そのまま低温処理をしたのだけれど、それが変色の原因かもしれません。土は種まき用の土を使用しました。苗は何個かできればいいかなと思っていたので、この1ポットに種を全部植えることにしました。種をピンセットでつまんで置いていくのだけれど、種が濡れててピンセットから離れなくて少しまくのに手間取りました。こちらはアポロオレンジをまいています。足で踏んでしまった方です。そしてもう一つのソウルメイトは2つのポットにまきました。私が種を購入した時はこちらの方が種が多く入っていました。種をまいたら軽く土をかぶせていきました。多分種が隠れる程度土をかぶせたと思います。4月19日。種まきから25日後くらい。根っこの様子を見てみます。このくらい根っこが生えていました。しっかり生えていますね。大きめの発芽苗だけ移植していきます。大きめの発芽苗はよく見るともう本葉も出ていますね。他の苗はこんな感じでした。あ、
発芽まではこのようにして、受け皿に水を張って底面給水で育てていました。4月26日にはソウルメイトを移植して、5月3日にはアポロオレンジを移植しました。5月20日、ソウルメイトの伸びた苗を少し切りました。5月27日、殺虫剤のスプレーをかけていますね。なんでかけたんだろう。理由が思い出せない。この頃、アポロオレンジの葉が大きくなってきてますね。6月7日、左がアポロオレンジ、右がソウルメイト。アポロオレンジはソウルメイトより茎が太めで葉も大きめです。横から見るとこんな感じでした。アポロオレンジの根っこはこんな感じです。ソウルメイトの根っこはこんな感じです。植木鉢に移植しました。6月10日、花壇に植えました。こちらはソウルメイト。こちらはアポロオレンジ。6月12日、アポロオレンジにはつぼみが出てきました。6月21日、花壇のアポロオレンジにもつぼみが出てきました。6月25日、咲き出しました。かわいい。何気に、つぼみもかわいい。6月30日、植木鉢でもちらちら咲いてきました。ソウルメイトはまだまだ咲く気配がないみたい。鉢植えは背がだいぶ高くなってました。7月7日、少し咲き進みました。かわいいですね。色が何とも言えないですね。8月18日、こんなに伸びてしまいました。お花が終わった後、切らないでおくと、こんな風に上に伸びてしまうようです。アポロオレンジは、花後はある程度、茎の下の方で切った方が良さそうです。ソウルメイトは、まだ咲かないみたい。植木鉢のアポロオレンジ、バカみたいに伸びちゃってる。9月14日、アブラムシがたくさんつくようになりました。アスクレピアスはアブラムシが寄りやすいです。11月23日。ほったらかしていたけど、11月も咲いていました。種もできていました。下の種にはアブラムシがいっぱい。上の種にはそこまでアブラムシがついていない。なんで、花は横に広がるように咲くのに、種は縦に伸びてできるんだろう。種の中の様子を動画に収めなかったんですが、種一つの房の中にたくさんの数の種が入っています。種取りをするのは簡単だと思います。でも多年草なので、種は取りませんでした。アブラムシも多くついていたので、この後、小さく刈り込みました。2025年2月17日、野良猫さんに土を掘られ、根っこがむき出しになっていました。枯れているみたいですが、茎を引っ張っても抜けないので、まだ生きているのだろうと思いました。3月25日、花壇を仕立て直して植え直しました。3月29日、株元から新芽が出てきているのを発見しました。花壇に植え直したアポロオレンジ。こちらは球枝から新芽が伸びてきていました。ソウルメイトとは新芽の出方が違うようです。4月6日、ソウルメイトの新芽が少し伸びました。4月9日、花壇の苗が生きていたので、植木鉢の苗を処分しました。左がアポロオレンジの根、右がソウルメイトの根です。アポロオレンジの根は細くてふわっとしてますね。ソウルメイトの根は
とても太い。根だけ見るとニラの根みたいに見えます。アポロオレンジの根と比べたら同じ種類に見えませんね。新芽の出るところもアポロオレンジとは違いますね。本当に株元から出ているのがわかります。4月30日、ソウルメイトがここまで大きくなりました。なんと、穂先には待望のつぼみができていました。ソウルメイトは1年目に花を見ることができなかったので、このつぼみを見たときはとても嬉しかったです。つぼみを確認したら、アブラムシがちらほらいたので、殺虫スプレーをしました。アポロオレンジは株が丸くなって新芽を出していました。こちらも花芽ができてきてるみたい。5月2日、茎が株元から折れていました。2025年春は風がとても強い日が多かったんです。そして雨が強い時に風が強かったり寒かったりしました。ソウルメイトは株が横に広がりにくく縦に伸びやすいです。せっかくつぼみたついていたのに残念だな。もうこれ以上茎が折れてしまうのは嫌です。支柱を立てて茎が倒れないように補強します。5月5日、株が大きくなってきているのでマグアンプ系を入れました。アスクレピアス以外の周りのお花も株が成長していたので、追肥用の肥料も入れることにしました。そして、ナメクジなどの害虫も出てきたので、オルトランを入れました。オルトランは、確か、アブラムシにも効いたと思います。ソウルメイトにも同様に入れました。つぼみがピンク色になってきました。5月19日、つぼみが大きくなってきました。この頃はいつ咲くのかと待ちわびる日々でした。5月22日、また倒れてる？いや、倒れてはないけど、倒れかけてる。せっかくつぼみがいい感じに色づいてきたのに、また茎が折れたら花を見るのが遅くなってしまう。支柱を追加して茎を折れないようにします。ソウルメイトは背が高いですね。花穂が曲がってしまっているけど、元に戻ってくれるかな。5月23日、支柱を立ててよかった。花穂が真上を向いている。そしてよく見ると少し開花している。花を上から見るとこんな感じ。ソウルメイトもかわいい。花に近づいてみるとこんな感じ。5月24日。開花が少しずつ進みます。アポロオレンジも咲き出しました。5月26日。5月30日。6月3日。アポロオレンジも花がついた茎が増えてきました。ちらちらと咲いている姿も可愛いです。アポロオレンジは次に咲く花が咲いている花の上につくので、そのままにしておくと樹勢が昨年のように悪くなってしまいます。このくらいの高さを維持するように切り戻す必要があると思います。こんな風になるとみっともないから、茎の途中から新芽が出る性質を利用して、ある程度咲いたのを見たら茎の下の方で切ってあげるのがいいと思います。ソウルメイトは最初の開花分が咲き切ったみたいです。こちらは次のお花は
花の上につかないみたいですね。6月5日、開花しきったお花を切って、次のお花が咲いてくれるのを待つことにします。どこで切ればいいかの判断が難しかったけど、脇芽が伸びている上で切ることにしました。1年待って、やっと咲いたソウルメイト。これから、どのくらいの時期、咲いてくれるのだろう。これからが楽しみです。アポロオレンジもポツポツ咲いています。今年は株をきれいに保てるか、これから実践していこうと思います。それから、アスクレピアスは水を欲するタイプの植物です。特にソウルメイトは水を欲しがります。育てるときは水切れに注意して育ててみてくださいね。ということで、今回はここでおしまいです。星型でツートンカラーが可愛いアスクレピアス。よかったらぜひ育てて楽しんでみてくださいね。それではまた。最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。次回もまた見てくださいね。